よろしくお願いします。よろしくお願いします。じりっとしてますね。はい、かなりじりっとしてます。なんかやられてる宿毛矯正6月に宿毛矯正友達の美容室にたまに顔出すんですけど、行った時に酵素入りの矯正ストレートだった酵素が入ってるから髪傷まないから大丈夫だっていうので、なるほど、大丈夫だそれを信じてかけてもらったらこうなっちゃったっていう感じなんですけど。なるほど、ちょっとちりついてますね。そうなんですよ。なるほど。その後に、山形でその髪質改善、山形で、髪質改善のお店を探して行ったんですけど、髪修復カラーっていうので2回ほど止めてはもらったんですけど、ちょっといまいちだったので。なるほどです。でストレートかけますかって言われてかけますって言ったものの、ちょっとまたジリジリになっちゃうと嫌だと思って、これは長門さんしかいないと思って。どっから今日山形です。山形から来た、ありがとうございます山形です。そういうこと、だからちょっと山形のお土産でそうです。この間行きました。知ってます。これは直しがいがありますね。そうですか。ちょっともうひどくても。なるほど。了解です。綺麗にしましょう。こっちの方がちょっと枝毛とちりつきが。ビビり毛ですね。これは。しかも全部が。そうですか。こうすかな、いけかな。よくはなります。なりますか。はい。ただ一発でドーンとはちょっとなかなか難しいかなと思うんで、ただいけるところまでいきましょう。これは難しいやつですね。そうですか。こっから先はもう完全にビビり毛ですね。切らないとどうにもならないですよね。いやある程度切りたいけど、トップのここまでがビビり毛なんですよね。落ちてこないじゃないですか。なるほど。でも髪下ろしてられないんですよ。ですよね。酵素入り、酵素が入ってる宿毛矯正。なるほど。酵素ってなんだって思いながら。酵素って酒に考えるみたいな。そうですよね。そっちの酵素。なんだろうね。なるほど。これはあれですね。どうしたらいいでしょうか。任せてください。大丈夫。でもカラーしなくて良さそうですね。いや、もうここまで来るとカラーと同時しない方がいいんですよ。そう。カラーと同時でいっちゃうと多分リスクが高いんで、今日はもう本当に直しましょう。綺麗に。カラーはできないんです。しない方がいいですね。ビビり直しの時は。なんでちょっと綺麗にいきましょう。OK。早速いきます。じゃあこんな感じ。どう映ってる？映ってます。ここら辺ですよね。もう全部がちょっと毛先がビビっちゃってる状態なんで、もうこうなってるってことは、まず髪の SS がどこまで残ってるかっていうのとかを全部見たいんで、プレシャンします。で、プレシャンして、まず髪の中の結合強化のために、リトルの美薬でチェンジリンスして、前処理ですね。前処理、ケラフェクトコネクターとアクアつけて、一回ドライします。じゃあ、吉瀬さんお願いします。じゃあ、シャンプー台で美薬チェンジリンスで終わった感じですね。でも悪くない。強度出てます。美薬だけでこんぐらい出れば大丈夫です。大丈夫ですか。じゃあまずここから美薬で SS 結合がかなり作られる土台ができているんで、ここからケラチンをガンガン入れてきます。まさかのビビり直しでしたね。大丈夫ですよ。長門さんからなんて言われるんだろうと思って。全然もう思ったより軽度。そうですか。ただ嫌ですよね、これだと。ちょっともうお友達の美容院。そうです。言いづらいって言ってないんですけど。言ってない。それから言ってないんですよ。それから言ってない。でもぶっちゃけお友達だからだけど、気づいてると思うんですよね。ちょっと傷んじゃったかなって。多分かけた後にっていう感じだったんで、これはって思ったんですけど、でもね、誰にでも起きうるミスって言っちゃうとあれだけど、リスク宿毛矯正ってどうしてもあるんで、ケラフェクト5倍きちゃう。結構濃いめにしてます。
アクアと。なんで、まあリカバリー方法ですよね。はい。っていうのがやっぱり結構大事になってくるかなと思うんで、できる限りリカバリーできるようにっていうのと、はい、本来であればもうちょい軽めであればメテオとかで、はい、緩いカラーとか、はい、メテオこんもり入れてカラーすればすごい綺麗になるんですけど、はい、ちょっとここはもうこんぐらいになると還元剤っていうパーマ液をほんのちょっとでも使わないとダメなのと、やっぱ根元ちょっと癖出てません？結構そのストレートが6月っておっしゃってました？ 6 月です。6月、はい、5ヶ月か。そうだ、そこの根元のところもケアしてあげないと、はい、ちょっといけないかなと思うんで、本来であればビビり直しと根元の矯正は両方同時にできないんですけど、はい、今日はちょっといけそうなんで、あ、そうですか。はい、はい、ツヤ髪を作るために毛先の先はちょっと残ると思うんで、そこら辺は逆にカットでやって、はい、あ、大丈夫ですね。返信します。はい、はい、お願いします。はい、テラフェクトとアクアつけて、あとは中間から毛先はドロップですね。ドロップをつけて近づけしたら、よし、表面の毛だけが結構なんだろうな、怖いっちゃ怖いんで、表面に関してもちょっとまあ乾かしながら様子見てって感じかなと思います。一回ハーフドライまでいきます。ごめんなさい。はい、ハーフドライ状態ですね。うん。これぐらい強度あれば結構薬剤いけると思うんで、まあ、ビビりもにはなってますけど、ここから脱水までします。しっかりとトリートメント剤が入ってる状態で、このままノンテンションでこうブローをひたすらしていきます。いきます。この状態を作りたいですね。この状態を作ります。まあ、触るとかなり弾力が出てるのがわかるんですけど、これをちょっと全体やっていきたいかなと思います。はい、まあ、ブローするとこの状態ですね。ここから先をブローしてあります。かなり先ほどのビフォーから比べると改善されてるんじゃないですかね。これを還元剤入れて固めていく感じですね。じゃあ全体ブローしちゃいます。はい、そんな感じで毛先、処理剤を固めた感じですね。まあ、この状態ではまだ全然洗ったら取れちゃうんで、今日この半年前までのところもちょっと矯正したいけど、髪の体力的に結構怖いので、はい、薬剤紹介。ドロップにスピエラー 10%。トリートメントの、ドロップに対してスピエラーだけで、還元していく感じでいきます。で、この毛先のビビり部分に関してはドロップに対してスピエラ 5% で、それだけだと若干 pH が高いので pH 調整のためにメテオを入れます。まあレブリンさんもいい感じに聞いてくれると思うんですけど、 pH 調整のためにメテオも 5% でいきます。で、かなり酸性液で効かせる宿毛矯正っていうのを毛先いければいいかなと思うんですけど、根元塗った時点でもうすでに時間入れちゃいます。タイム入れちゃって、でそこから毛先塗って、毛先はもう正直そんなに時間もゆっくり置く必要もないかなと思うんで、今日はそういうスピーディーな感じでいこうかなと思います。はい、塗ります。さあでこうして癖の結構出てるところを中心に根元ドロップにスピエラ 10% っていうのを塗って、いやー、よくしたいですね、これ。よくなりますかね。よくなります。はい、お願いします。友達っていうのがまた難しいですね。まあ仕方ないですね。言おうか迷ったんですけど、それから行ってないんで。まあそっか。で、いつも行ってる美容室あるんですよ。別に。はい。そこでどうしたのって言われて。まあそっか。宿毛かけたら、こうなってしまいましたって言ったら、何かやらかすよねって言われて。常連何かやらかす常連ですか？前も友達のとこで何かやらかしたんですよね。なかなかチャレンジ精神旺盛なんです。大丈夫だって言われてやったものの、ここまでは髪傷まなかったんですけど、これはちょっと痛みました。大丈夫ですよ。かなり良くなるのと、あとはもうこれに関してはもう一回今日形を変えたらホームケア超徹底ですよね。そうですか。9月からユニフォーム混ぜてシャンプーはしてるんですけど、超大事です。だから逆にビビりもになってはいるんだけども、ちょっと耐性ができてる、強度があるってさっき僕言ったじゃないですか。それはもしかしたらそれのおかげかもしれないですね。強度があれば直せるんですよ。強度がなくなってるともう手の打ちようがないんで、ユニフォームっていうのは本当髪の奥底の強度の部分をできる、もう日本で唯
唯一のものだから、ね、普通にシャンプーに混ぜて使うだけなんで、ちょっと続けてください。それも動画を見て、マトさんがこう言ってたなと思ってビビりも悲しいですよね。わかります。髪下ろせないと下ろせないできる限り100点まではいかないっていうか、100点狙っちゃうと逆に悪化する可能性があるんで、悪化させない80点を今日は狙いたいなと思ってます。こうしてこのトップの毛先が傷んでるんですよね。切れない中間部分も枝毛がすごいんです。すごい。ああ、なるほど。よし。毎月白髪染めしてるんですけど、次回は染めても大丈夫ですか？染める分には全然大丈夫ですよ。全く問題ない。むしろ白髪染めをし続けてるからこそ、宿毛矯正の薬を変えなくてはいけないんですよ、本当は。なのに普通通り酵素入り宿毛矯正をしてしまって、それは分かんないですけど、何者かも。したら通常の健康毛よりもやっぱ髪が弱ってる状態だったのでチリチリになっちゃったっていうパターンが、一応考えられるんですけど、まあね、もう済んだことはもう直すしかないんで、直しましょう。いつも言ってるところでは、絶対宿毛なんかかけられないって言われて、逆に全体かけたのって初めてなんですよ。そうなんですね。なかなか上の方はダメージが溜まって、顔周りやっぱダメージ溜まってますね。よし、はい、全体塗り終わりました。でちょっとディバイディング甘いかもしれないんですけど、下手に攻めるより甘いぐらいの方がいいんで、今日は80点狙いってことで、まずリスクを取らずにいきましょう。よし、ちょっと2周目サクッといきます。とりあえずさっといっちゃいますね。10分入れちゃっていいです。はい、根元塗り終わって2周目終わったんで毛先いっちゃいましょう。さあ、治ってくれと願いを込めながらお願いしますですね。大丈夫です。今日山形から入られた感じ？そうです。お疲れ様です。意外に遠いですよね。遠いですね、でも来る時寝てきたんで、そんなにいつ行ったんだっけ？10月か。まだ先月ですね。今頃長門さんと岩崎さん山形に来てるんだろうなって考えながらいました。いつ行ったんだっけ？10月1週。頭の方でしたよね。田舎ですよね、山形。まあそうですね。そこはそんなことないですよとは言わないですね。そうなんですよ。何にもなくて。でもなんか過ごしやすそうな感じはしましたけどね。とりあえずタクシーのうんちゃんがラーメン通でした。あれ山形か。あれ山形や。龍上海食べたと。なんか他の動画でも言ったんですけど、龍上海食べてめっちゃうまかったっつって、じゃあ山形から帰ろうっつってタクシーに乗って、うまかったでしょって言われて、タクシーのうんちゃんにうまかったですって言ったら、でも本店の方がうまいけどねっていう水を刺されたっていう思い出が。変わりないと思うんですけどね。変わりない。なんか味噌を作ってる場所がちげえっつってました。やっぱラーメン屋多いですもんね。ですね。ラーメン消費量日本。上海は山台前と米沢しかない。あれ？赤湯が本店。ありますね。米沢じゃない、赤湯です。そう。だからもうそれを言われたんで次回は行こうと思って。それかなんだっけな、エビワンタンかなんか覚えてない？なんかあったよね。その運転手さんが書き留めたノートがあって、それに書いてあっためっちゃうまそうなやつがあったんですよ。ちょっと覚えてないけど。よし。さあ塗り終わりました。まあ酸性の薬なんで軟化したりとかそういうのはないんですけど、ちょっとざらつきが取れるのを待ちつつ、時間ですね。根元の薬はそんなにガッと作用しないようにさせてもらって、時間コントロールをちょっとこれ緊張の瞬間ですね。今何分経過？5分経過。5分です。よし。じゃあちょっともうこのままラップもせずに5分プラス5分で置いて10分で1回チェックします。お待ちください。はい、10分経過です。本来酸性矯正であれば15分を目安なんですけど、モデルさん結構難毛なんでありかな。こう触った時にざらつきがなくなる。ちょっといる。ツーンとほんのりいますね。で根元スペア10%の場面もざらつきがなくなって、あとほんのちょっと2分で流します。でシャンプー台でインフォームでバーっとなじませたら、そのまま流して超ソフトにシャンプーします。でヘマチに混ぜたシャンプーでいきましょう。あと2分で流してお願いします。さあじゃあシャンプー上がってきてもらったんで、また同じ処理剤でいきますね。ペラフェクト
ガンガンにつけて、アクアもバシッとつけて、でドロップつけて、同じくブローでいきます。ブローでいかないとアイロンで伸びる癖ではないんで、根元は若干アイロンでいきたいんですけど、毛先はアイロンするぐらいでいきたいです。またドロップですね。よし、全体につけたら優しくコーミングして、で同じくハーフドライからのブローっていうのをやりつつも、最後アイロンします。まずハーフドライしてブローっていうさっきの工程をもう一度繰り返します。よし、乾かします。黙々です要は処理剤トリートメントを入れた状態で、はい、でドライヤーをガーってかけるから、どうしてもこんぐらいモクモクしちゃいます。モクモクですね、はい、これを理想形とします。じゃあ触ってみてください。まだです。これは固まってない。ブローめちゃめちゃした状態じゃないですか。はい、そうこれを理想形になるようにアイロンします、はい、で固定っていう感じですね。はい、ちょっと後ろ見てください。はい、これがまず処理剤つけてブローした状態ですね。ちなみにもうこのブローの状態で治ってないところは治らないんですけど、これ多分カットすれば一気に消えていくやつらなんで、まずはこの状態の髪がパラッと慣れる状態まで来たんで、さっき一番最初の状態だと全部が絡み合ってた状態なんですけど、これをアイロンします。でビビり直しはアイロンでは作れません。ブローで絶対やるしかないんで、がっつりブローした状態で、あとはアイロンをスルーする感じですね。で根元に関してはドロップとスピエラ 10% でしっかりめに還元させてあるんで、ちょっとしっかりめにツインブラシで引っ張りながらアイロンで、毛先はスルーなんだけど多少は熱を置きたいっていう、ちょっと曖昧なんですけどしっかりとやっていきたいかなと思います。下が違うなと思ってまだね、まだ安心はできないけど、でも、悪くなることはまずないんで、今日やった内容で。もう山形は寒くなってきました。寒いですね。山形は寒いんで、東京も少し寒いのかなと思ったらそんなでもなくて。今日ね、ここ最近って寒い方です。あったかい日続いたんですよね。東京駅から汗だくできました。歩いてきた。銀座駅までは来たんで、やっと来たんですけど、ここから分かんなくなってタクシーに乗ってきた。銀座駅からあとちょっとタクシーの運転手さんに、運転手の人から「いいんですか?」ってそうですよね。ここからすぐなんですけどいいんですか？ちょっと分からないんでいいです。それも東京駅から乗った方が早かったです。確かに実はね、まっすぐなんですよ。この目の前の通りまっすぐ行くと通っていて。そうなんですか。一回も曲がらずに。そうなんですか。外堀通りっていう。ずっとまっすぐ行けばいいんですか？もう東京駅です。東京駅。若者なんでちょっと。いやいや。電車っていう電車は乗らないので。車文化ですもんね。そうですね。もうお帰りですか？泊まったり。いや、帰ります。じゃあ完全にこれのためだけ。そうです。これはもうこのビビり直さないと帰らせられない。職場でも本当のこと言った人は言ったんですけど、いや実はちょっとうちの用事でつっていよいよのためだけに。そう平日か。今日平日。仕事がある方は仕事ですもんね。で明日は何事もなかったように出勤をして。髪どうしたのって言われるかもしれないですね。でも知ってる人は知ってるんで。なるほど。いい方向でどうしたのって言わせるように頑張りますね。カリスマの永田さんって人にカットしてもらうんだ。いやちょっとね、いい感じになれればいいな。なれる気はしかしないんですけど、100点はなかなか難しいですよね。そうですか。それって元に戻るっていうか、どれぐらいでまともな髪になりますか？半年いただければ間違いない。半年。でも山形も多分結構この間セミナーしたんで、知ってる美容師さんもいっぱいいるから、なんか結構オープンチャットでもなんかアクティブな人多いよね。山形の人で。金髪の人、ただじいじさん。ただじいじさん。本名がわからん。めちゃめちゃいい人なんですよ。挨拶させてもらって。僕よりちょっと年上なんですけど、すごい勉強熱心。山形の人結構勉強熱心の人多かったですけど。メテオの取扱サロンで3
円高って言ってたんですけど、あ、そうそう。でもみんな知らないなと思って。みんな知らない。そう、多分僕のセミナー受けた人たちじゃないかなと思うんですけどね。毎日のように動画見てます。ありがとうございます。佐々木さんと長門さんのやりとりが。ありがとうございます。すごく仲いいんだなと思って。いやいや、全然仲は悪いです。悪いんで。みかんくれないんで。馬が合わない。みかんくれないんで。みかん泥棒ってやる。みかん泥棒。私冬になったらみかんめっちゃ食べるんですよ。好きだから。コンビニで5個入りとかが売ってるんで買って食べてるんです、裏で夫は。で剥いて、でも流しとか来るとちょっと置いてるんですよ、そこに。戻ってきて食べようと思ったらみかんが2かけらぐらい減ってるんですよ。みかん泥棒に LINE が入ってきて、なんだと思ったら、みかんがない、みかん泥棒。ちゃんと画像でこう赤丸を書いて画像付きでちゃんとやりましたよ。一つ減ってますって。なんかすごいみかんに対する執着があるんですよ。なんすかみかんに対する執着。この間セブンイレブンですね。で買って、みかん買って、あとここで開けてみかんだみたいな感じで開けて、1個腐ってたんですよ。半分ぐらい。悲しい。そう。めっちゃ切れてる。切れてないですよ。腐ってる。みたいな、なんか5個分の値段払ったのに。そうですよ、5個分の値段払ってんの1個食べれなかったら損した気分になりますわ。でも触ってたらね、ちょっと交換してくれるとか見えなかった、気づかなかったんですよね。開けてから気づいたんで、私は。5個分の値段払って、あまりにかわいそうだから、ウーバーイーツのスーパーのやつでみかん頼みました。その日はさすがにみかんくれました。どうぞ。やっぱりいっぱいあれば心が豊かです。頼む、綺麗になってくれ。よし。でも見た目がすごいまだ安心できません、これは。はい、固定剤をつけるまでは。っていうのと、あとちょっとは切ります。OK、じゃあそっち終わったら固定します。こんな感じでアイロンが全体終わりました。ここで残ってるこの毛先たちは修復不可能なんですけど、ちょっと切れば綺麗になりそうな感じですね。はい、じゃあ2液、もうブロムですね。ブロムでゆっくりじっくり参加します。はい、シンさんのブロム。アルテマリキッドのブロムしかうちないんで、このブロムのでかいやつ、超重いにメテオ 20%。ですね。ブロムとメテオの組み合わせもかなりいいです。で、しっかりと混ぜて、もうワンタッチでバッといっちゃいましょう。で、バッと全体いって、で、最後、毛先ペーパーに挟んで固定しようと思ってます。いきましょう。何黙々具合が何ですか？パン屋さんみたいですか？工場の方ですよ。パン工場？イメージはアンパンマンです。アンパンマンの工場って大してパン作ってなくない？釜1個しかない。あれでいっぱいアンパンを製造しないとアンパンマンできなくなっちゃう。釜でだって1個のアンパンしか作れないじゃん。でも別のパンも焼いてますって。焼いてんの？焼いてますよ。パンジャンおじさんがパン売りに行ってますよ、街に。そう。見たことないんですか？俺アンパンマン見たことない。絶対か見たことないわ。見たことなくはないよ。いらっしゃってるお子さんが見てるアンパンマンを上から見てる場合はあるけど、子供の頃に見たっていうのはないんですよ。アンパンマン通らなかった。何通ったんですか？ウゴウゴルーガ。ウゴウゴルーガ。ウゴウゴルーガ。何ですか？ウゴウゴアニメですか？いや、なんか子供用の番組。お母さんと一緒みたいな感じですか？よりちょっと年上。ウゴウゴルーガ。ウゴウゴルーガ。知らないでしょ。知るわけない。ウゴウゴルーガ、この俺の世代の人ドンピシャだと思うんだけど。ウゴウゴルーガ。ウゴウゴルーガ。って何者なんですか？なんか子供2人がなんか CG なんだろうな。なんて説明するいい？なんか目まぐるしくくったらないなんかアニメとか短編のアニメとかが流れるんですよ。30秒で終わるようなやつとか。短い。だからそれが未完成人とか。未完成人っていうみかんに手足が生えたやつが細かく動き回るっていうのが30秒ぐらい見させられて終わるみたいな。いや結構ねあれだったよ。すごいセンスだと思う。よくわかんないですよ。だから説明できないですよこうやって。天才テレビくんとかはに近いと思う。途中にだって野口英世物語とかやってたけど。野口英世。野口英世知ってる？わかる。お札の人ですよね。何した人？何した人？何お札になった人ですよね。何した人？あがハイワンの人ですか？あ、それ夏目だ。待って、なんで夏目漱石呼び捨て？夏目ですよ。夏目だ、夏目。野口ってあれなんかお医者さんですか？あ、そうそう。あ、危ね。感染症の。お医者さんです。夏目、それ夏目かーが受ける。友達だったよ。そういうのもやってたから、多分天才テレビくんに近いのかな。
面白かったんだけど、ずっと見てた。うごうご。ウゴグルーが。はい。わからんの。わからんな。ほんとテレビ好きだよ。テレビっ子だったんで。見てましたよ。アニメとか。すごいよね。でもだって私がちっちゃいからまだ YouTube 時代じゃないですか。いや、俺だっしょ。YouTube 時代じゃないからこうテレビをいっぱい見るっていう。テレビめっちゃ見てまして。なんで友達いないの？いますよ。失礼。友達と遊び行く時間じゃん、だってその時間って。帰ってきてから別に毎日友達と遊びに行かなくないですか？毎日行く。行かない。ありますか？サッカーとかしてない。女の子は家で遊ぶ。女の子って何して遊ぶんですか？なんだろうな。女の子確かに男しかいなかったかも、今思うと周りに。何で悲しい。でも一緒に遊んでましたよ。男女一緒に公園で軽泥とか。軽泥も男しかいなかったかも。楽しいですね。悲しいかどうかわかんないけど。軽泥とかなんか駄菓子屋さん行ったりとか。はいはい。駄菓子屋さんまで。そうですよね。行ったりとか。何して遊んでたんだろうな。泊まったりとか普通に一緒に。それはたまにいたけど、幼馴染が女の子でさ、なんかそれはあったけど、いや学校帰りに遊ぶのって男だけだった。いや一緒に遊んでましたよ。小学校とか男女一緒に。住宅街だったから公園にいろんな世代のお子ちゃまが集まるわけですよ。それで一緒に遊んでました。はい、こんな感じ。毛先ビビりが強いところはしっかりビタッと固めるようにペーパーして上から貼り付けます。アルミのペーパーテックですね。こうやって大まかに中間から毛先2枚でいいと思います。しっかりまっすぐ貼り付けてください。あ、私ですか。ほら、心がまっすぐだからペーパーもまっすぐなんですわ。素晴らしい。なんでそんなアップで写すんですか。心がまっすぐな人はペーパーもまっすぐなんですか？はい。だから奈良さんちょっとほら斜めってるじゃないですか、これとか。いいんだよ。はい、お願いします。じゃあ20分置きます。はい、お疲れ様です。失礼します。あとは紙の溝敷ります。よし。では流しましょう。はい。はい、で流しでワンシャンします。ブロムしっかり落としたいのと、メテオでグリオキシ酸入ってるんで軽くワンシャンして、で通常通りワンシャンの前にヘマチンとジャックエッジして、でしっかりワンシャンして、でコアミンのトリートメントお願いします。さあどうなってるか。はい。頼む。綺麗になっててくれと思ってます。山本さんを信じます。信じて。まあでも悪くなってることはないんで、はい、どうしようかな。ちょっとカットしましょうね。どれぐらいは切っていいとかあります？なるべくは切りたくないんですけど、ただこれぐらいどうでしょう。3センチ。はい。ちょっとバッと切っちゃいましょう。本当はレイヤーにもっとしたいんですけど、あんまりしちゃうとダメですかね。ダメージがなくなってからの方がいいですね。なんでかっていうとレイヤーって毛がこうやって表面に重なるじゃないですか。毛先が傷んでる状態で表面に重なると痛みがより見えちゃうんですよね。ちょっと見えない方がいいから、後ろはワンレングスみたいな形で顔周りにちょっとレイヤーっていう形にするといいかなと思います。よし行きましょう。ちょっとグッと下向いてください。ということで今日は少し毛先のダメージを落とすようなメンテナンスカットでいきます。はい、しっかりとえぐるようにというか奥に押し込むようにコーミングして三つ襟の毛をすくってくるようなイメージですね。そしたらもうブラントで切ります。これぐらいですかね。3センチぐらい。よし。頼む。綺麗になっててくれ。なんかコーミングした具合はかなり良さそうなんで期待は持てますけど、まあでも過度な期待しちゃうとね、期待させちゃうというかね。もう普通にチャカチャカ切り進めて、まあ、前上がりの、ワンレングスで顔周りレイヤーっていう形でいきましょう。もう本当ウェットカットはざっと毛先落としちゃって、おっと右側がないぞ。表面ないぞ。ないね。ないですね。切れちゃうんだと思います。自分で枝毛を切っちゃったっていう。ああ、なるほど、そういうパターンか。はい。オッケー。そのところに毛がなかったから、おやと思って。結構切ったかな。結構切ったかな。オッケーです。クエスチョンマーク。ここにあるはずのものがないぞと。なんか切っても枝毛が。いや、もうね、なんかね、薬剤の処理しないと治らんですよね。まあ切るのは一番なんだけど、とはいえやっぱある程度処理をしないとちょっと難しいんで、ちょっと真正面見てください。はい、ではそれぐらいですね。よし。望みが持てるのはこう弾力が出たの見えます？はい。そうこれもう絶対ダメなパターンは指にこう張り付いてもうこう取れないパターンなんですけど、今ここまで回復してるんで、ある程度はいったんじゃないかなと思うんですよね。よし。で顔周り引き出して角だけ取ったらもう乾かしちゃいます。レイヤーを入れるというよりは角を取る。これですね。角を取ります。はい、以上。そしたらノットの3つがついてるんでリンクドリルつけて乾かしちゃいます。
乾かして終わりました。はい。85点ああ、はい。です。はい。触ってみてください。ああ、違いますよね。違います。じゃあ100点じゃないその15点なんだっていうのをちょっとお見せしますね。はい、よいしょ。まず、手触りとかはあれなんですけど、やっぱざらつきは残りましたね、ちょっと見えます。若干のざらつき。はい、ただ、串は通ります。はい。スッと。はい。串通らなかったんで。そう。残ったのと、あとは、ちょっと、もうちょい攻めれた。もうちょい攻めれたなっていうんで、なんでかっていうと、若干癖残ったんですね。でもすごいこのツヤ感は見えます。全然違う。ちょっと癖残ったんで、逆に言うと、今日のこのレシピがあれば、例えば同じ薬入れてるとか山形県多いと思うんで、なんかそれで今日のレシピプラスちょっと1個上、例えばドロップにリッチを足して少しパワーを上げるっていうパターンであれば、今後また宿毛矯正半年後に宿毛矯正をもう一回して、でやってあげるとだいぶ違うかなというと、あとはまだちょっとざらつきは残ってないんですよ。ざらついてないんだけど、ちりつきのほんのちょっと残ったやつらっていうのを、今日もうちょっとしっかりブローして、メテオのアイロンしていくとツヤ感は出ます。でも10点超えてきたんで、いいかなと思います。変わりました。両手で通してみてください。全然違う。よかった。すごいな。でも違う。こんなに指通りなかったんで。はい。続きいきます。はい。ということで、こんな感じですね。こういうちりつきがどうしても残っちゃってるんで、これをトリミングみたいな感じで少し、これさっき言った通り絶対に残ってしまうというか、もうアイロンでどうこうできるタイプではないんで、カットしちゃった方がいいですね。こうして。これもあんまやりすぎると枝毛の原因になったりするんですけど、多少なりともビビり毛を直した時ぐらいはこれをちょっとやってあげると違うかなと思います。改善の兆しが見えましたね。もうそれだけでも。はい。うん。他の美容室行くの怖いんですけど。逆にね。とりあえずでも高速ストレートはやんない方がいいですね。はい。はい。はい。よいしょ。ああ、手触りいいですね。このカットした側でやばいです。でさらにミストとノットミストとかもそうだし、メテオが入っててまだアイロン処理してないんで、ここからアイロン処理するともう1ランク上がります。もちろんこのチリつき自体がどうこうじゃないんですけど、チリつき自体も結構張り付いてくれるのと、これもミストの中にノットのミストの中に剥がれたキューティクルをつける接着剤が入ってるんですよ。メドホームラクトンっていう、そうそれがかなりいい効果を出してくれるんで。やっぱインフォームは続けた。もうあれはもう一生続けてください。あれを超えるいいやつが出るまで。あれを超えるもんが出ないんですよ。何にでも混ぜれて、特許成分でもあるんで、さらに硫黄って言って紙の主成分の硫黄、ケラチンとかタンパク質っていうんですけど、タンパク質を砕いたのはケラチンになるんですけど、それのさらに奥の硫黄っていうのが紙の主成分なんですけど、硫黄って水にも溶けない、油にも溶けない、それを唯一特許成分で溶かしたのがインフォームなんで、本来であれば業務として出して、だからそれこそインフォームとケラフェクトコネクタ両方使いが最強です。ビビリ毛までいったら超フルセットを整えた方がいいです。フルセットで言うんだったら、頭濡らします、アフターカラーフォーム0を全体の頭皮につけます、流さずにインフォーム混ぜたノットシャンプーで洗います、でちょっと時間を置いて流して、でさらにケラフェクトの原液を2プッシュ1プッシュずつつけます、揉み込んだらノットのトリートメントをつけて、でそこから流して、で出たらノットミストつけて、あと PPT02 とリンクオイル混ぜたやつでいいです。つけてブロー、しっかりブロー。ミストはつけてるんで、だったら全然02とオイルを混ぜる。02はかなり強い保守成分が入ってる。逆に言うと重くなってしまうんで、重くならない範囲でも傷んでればかなり吸い取ってくれるから、でも手触りいいですよ。どうぞどうぞ。こんなに指が通るとは。これはさっき言った通り半年ですね。半年あればもう完璧に元に戻るはず。はい。とりあえずは綺麗にしてって感じで。前髪どうします？前髪がどうですか？切った方がいいですか？ちょっと切ろうかな。はい。よし。
そうちょっとずついろんなところを切ると、はい、どんどん綺麗になっていくと。ここですね、この表面のここがあれなんで、ちょっとだけ切ります。かといって切りすぎないように、レイヤーが入るほどではなく。 OK。 いやー変わりましたね。すごい。この手触りがかなり持続してくれるはずはい、っていうのと、ここからさらにアイロンを入れ込むことによってもっと綺麗になるんで、はい、メテオの仕上げをしていきます。はい。はい。よくないですか？すごすぎる。すごすぎる。いやでもあと一歩攻めれたら、でも攻めすぎるとダメなんですよ。これ難しいですよ。絶対こんな風にはならないだろうなって思って。今日。いや今日はい。ずっと本来の自分の髪より良くないですか？はい。そうよし。でメテオで一回高温アイロンして、はい、中にトリートメント成分をしっかりと加え込ませる感じ。これ洗って乾かした後もはこっちの今日のさっき触ってもらったやつのはい、もうちょっといい感じが続きます。はい、今からするのはアイロンだから、アイロンの艶はさすがに洗って乾かして出ないんですけど、はいはい、さっき触った手触りの良さプラスアルファぐらいが結構長いこと続いてくれる。そうですか。普通トリートメントしてもらっても2週間まで持たないんですけど。多分髪質ですよそれは本当に。髪質が蓄え込めないのと、はい、やっぱり表面がデコボコしてるんで、今日酸性の宿毛矯正やったから逆にトリートメント吸いやすい状態になってるはずだから、そこも合わせて楽しみにしててください。はい、ノットシャンプー使ってから髪がちょっと柔らかくなったような気がするんですけど、全然違いますよね。はい、そうなんです。あれを使い続けると髪変わります。張り腰も出るのに柔らかくもなって手触りも良くなる。逆に超万能型のシャンプーなんで、なんか今まで使ったのとは全然違いますね。そうなんです。ずっとこういうのが作りたいっていうのを考え抜いたやつなんで、なんかシャンプーしてから流したくないみたいな。いやでもそう言われますよね。いやそうなんです。あれはね、しかも値段で出せるっていうのはなかなかねないんで、トリートメントがしなくても全然大丈夫だと思うけど、指通りそうけどこの状態だったらした方がいいです。そうですか。基本はねトリートメントいらずぐらいのシャンプーなんで。トリートメントは少なくていいんですか？全然超少量でいいです。だから消費スピードはシャンプー2に対してトリートメント1でいい。そうです。よし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 。なんか東京行ったらあんまり喋ってくんなって言われて、なんでいや鉛が出るからって言われた。誰に言われたんですか？そんなこと言われたんですね。に鉛ってるんで私。そうなんです。そうなんで。なんか山形の中でもそういう地方とかってことですか？そういうなんか鉛の強い地方とかある？そこそこで鉛り方が違うんですけど、イントネーションとか、そこに濁点があるんで山形。東北って感じの鉛のあれですね。濁点。全然気にならないですよ。もう岩崎の関西弁になると声が低くなるっていうぐらいで。でも岩崎さんはもうあれですか？標準語にここにいる時は地元の友達とか地元に帰ると全然向こうになりますけど、こっちでいる時は喋らないですね。関西弁はお客様が関西人でも絶対に喋らないです。関西セミナー行っても喋らないです。徹底してるんです。さすが。長さんがいると喋らないですね、基本的には。教育です。いいでしょ。長さんがいるとでも岩崎の友達が一人来るんですけど。ここにそれはしゃあない。それじゃあない。そうの時が半端ない。それはしょうがない。長さんがいるけれども、でもこの子と喋ってるから、それはしょうがない。この子もすごい。べこべです。長さんと喋る時は標準語になるけど、私と喋る時は戻るから、その子もあべこべ。それはしょうがない。いいんですよ、関西弁で喋っていただいても。いやでもないからないんですよ、そういうのは。だから鉛もないし方言もないから、なんか不思議な感覚なんですよね。不思議な感覚。いやだって2個喋ってるようなもんでしょ。ちょっと使い分けてるってことですよね。そうですね。2カ国語です。誰かに怒られそうなんですよ。たまに言われます。言われる。長津さんにずっとナチュラルに使ってた言葉が方言だったらしくて、長津さんはなんかずっと意味はわかるけど、何なんだろうって思いながら聞いてたらしいです。そうなんか新幹線行きしは映画とか見るんですけど、行きのことだろうなと思ったら、行きと帰りの行きだろうな。帰りしはしいると思ったしって何と思って。言われるまで全く気がなくて、行きしと
返りしなんか大体突っ込んでくるんですよ、なんか出ると。でもそれに関しては突っ込まれなかったから、私ずっとお客さんとかに新幹線とか何してるのって聞かれると、行きしは高校で帰りしは高校でって説明してたんですけど、なんか関西って C 入れいやなんか京都のみっぽいこと書いてなかった？あれ Google で調べたら京都地方の方言。そうなんですよね。行きしな帰りしな、行きし帰りしって言うんですけど、まさか方言だったとは驚き衝撃でした。衝撃でした。よいしょ。はい。さあ、とりあえずはストレートスタイル。本当だったらね、なんかいろいろ髪の毛が回復してきたら、レイヤーとかがすごい似合いそうな感じなんですけど、まずはダメージ保護を優先としていきましょう。まず何もつけてない状態で、アイロンなんで、まあこれがっていうのはないですけど、とりあえず自分の髪じゃないみたいにはなったんで、うわじゃあこれちょっと下に傾いてもらうと、ここですね。ごめんなさい。こう、うわなんかツヤが出ました。これがよくあるやつですね。こういうやつ。すごい。すごいです。これがメテオの効果です。よいしょ。で、ちなみに触ってみてください。いや、自分の髪じゃないね。すごい。そう。なんで、それこそノットミストつけて、PPT0 につけて、ブローして、で、もう一回 PPT0 にほんとちょっと薄く毛先につけて、もう170度の間の阻害全部乾いてないんです。めっちゃ乾いてる状態で、ツンって通すだけで、ビビりもだいぶ減ってきます。そうです。その2点セットは。ストレートアイロンはした方がいいんですかね？した方がいいです。ぶっちゃけ。ただ、傷まないの？アイロンもできればラディアントアイロン使ってもらって、赤いやつ、この赤いやつ使ってもらって、でもう一発でアイロンで傷む理由ナンバーワンが水分が残ってるので、絶対にもう超ブローして、ブラシでバーってもう完全乾燥してるところにクリーム PPT0 に薄くつけてアイロンでスンって要は栄養を固めちゃうみたいなイメージでやってあげると結構治りはいいと思います。同じとこ2回も3回もやっちゃうんで、だいぶいいんじゃないでしょうか。ありがとうございます。じゃあちょっとそんな感じでまあ少しツヤが出ましたね。ちょっとここら辺のちりつきあと一歩って感じです。 OK。 でもだいぶ変わったんじゃないでしょうか。お疲れ様です。ありがとうございます。うわすごいすごくないですか？でもこれ僕的にはあとちょっとだったんです。そうなんですか。あとつけた薬の強さをあと 10% ずつ強くできたなっていう感じですね。一番初めましてで攻められないですよね。そう素晴らしい。よかったです。泣かれてた方いましたよね。いましたね。レイヤーの人か。レイヤーの人。レイヤー。そう。の気持ちがわかります。綺麗になってよかったです。チリつきだとね、なかなか外歩きたくないですもんね。もうガンガン巻いて、一つにこうがっちり言ってしかなかったんで。ですよね。ちなみに2日は洗わないでください。そうですか。で、次からはさっき言った流れで洗って乾かして、で、濡れてる時間を超短く。お風呂の一番最後に頭洗って、で、お湯の温度も低くしてください。そう。で、すぐ乾かす。で、ちゃんとブローする。っていうのを繰り返して、できる限り栄養成分が外に行かないように。これ巻いたりとかってはしない方がいいですか？しばらくはしない方がいいですね。ストレートアイロンの方がいいです。わかりました。結構ちゃんと治ると思います。大丈夫です。お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。今日はビビり直しですね。まあでも重度ではなかったですね。濡れて指に絡みつくようなテロテロではないけど、軽度から中度ぐらいのビビり毛っていうのを全体的に直す。プラスもう同時に根元の癖、出てきた癖っていうのをやる酸性の宿毛矯正っていうやつで濃度を変えて全体をきれいにするってやりました。ちょっと先ほども言ったんですけど、もう少し還元強くいけたかなと思うんですけど、一番最初ご新規様で履歴が分かんない状態の中でやるんだったらこれぐらいがベストかなと思うんで、これを次回のカルテに活かしたりとかあとはして、そういうので再来を狙ってもいいかなと思います。じゃあそんな感じで終わります。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。いやーよかった。すごいしか出てこない。いやーわざわざすいません、やばかったからだって。俺もないです。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。私もサラサラしたいですね。
サコンとこ行って髪質改善美容師さんとこ行って。ここ美容室なのにここ美容室なのに私もあれやりたい。てるん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 。あれしたい。志田さんですか、サコンですか私もあれしたい。癖毛なんですよね。なるほどね。癖があってここら辺とかにちょっと昨日とか雨の日とかやばいんですけどパヤパヤして宿毛矯正のチャンネル上げてるじゃないですか。私はい。できるもんとできないもんってのがあるのでやろう。でもこれしたい憧れ。メテオノーメテオノーメテオ。違う宿毛矯正あれがしたい。じゃあ将来に向けて頑張りましょうはい、バイバイ。